ご視聴ありがとうございます。かいです。皆さん、ろ過フィルターはどんなものを使っていますか？今主流の外部フィルターや、手軽にセットできる外掛けフィルター、生物ろ過能力の高い底面フィルターや、低価格で導入できるスポンジフィルターなど、立ち上げたい水槽によってどんなフィルターを使うかが変わってくると思います。自分はよく小型水槽やボトルアクアを立ち上げるのですが、ほとんどは無ろ過で生体数を絞って水槽内の生物ろ過のみで維持しています。ですが、やっぱり生物ろ過のみだとどうしても不純物が目に見えて溜まってしまい、正直見栄えは良くありません。最近立ち上げた20センチの小型水槽ですが、初めは無ろ過でやろうと思っていました。ただ、綺麗な水形を保つには、水槽内の細かなゴミをこし取るフィルターがやっぱり必要です。でも、このサイズの水槽で後付けできる小さいフィルターなんてないですよね。ないなら作るしかない。ということで今回は今自分の中でブームが来ている小型水槽にちょうどいい小さい水槽台に収納できる外部フィルターを自作します。結構いい感じの外部フィルターができたと思うので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それと、今回の動画がいいと思った方は、ぜひとも評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。まず、外部フィルターを作るにあたって、どのメーカーの外部フィルターを参考に作るか考えました。エーハイムのようにモーターがヘッドに内蔵されているものなのか、ジェックスのメガパワーシリーズのようなモーターとろ過層が別になっているものなのか、はたまた ADA のスーパージェットフィルターのようなろ過層の外側にモーターがついているものなのか。モーター内蔵型だと、ろ過層内にモーターを入れないといけないので、配線を切ったり、配線が出る穴をコーキングしたりと手間がかかります。せっかく頑張って作っても、もしモーターがダメになったら一度解体しないといけないし、今回小型水素用のフィルターを作るので、ろ過層にモーターを埋め込むとなると、ただでさえ小さいろ過層容量が減ってしまうので却下。ろ過層とモーターが別体型は、そもそも小型水槽にモーターを入れるスペースがないので、こちらも却下。ということで、消去法で ADA のスーパージェットフィルターのようなものを作ることにしました。スーパージェットフィルターのように、ろ過層の外側にモーターがついているタイプは、自作するにも理にかなっていて、仮にモーターが故障しても、新しいモーターと付け替えるだけなので、補修が容易にでき、ろ過層にモーターを入れなくてもいいので、ろ過層がごちゃごちゃせず、メンテナンス性もいいです。今回使うモーターポンプは、若干怪しい海外製のものを使うので、もし壊れてもモーターだけ簡単に交換できるよう ADA スタイルを丸パクリしました。それでは今回自作外部フィルターに使う素材を見ていきましょう。まずはフィルターの要となるモーターポンプ。こちらは Amazon で購入しました。価格は840円でした。中国からの発送だったので、購入から到着まで約1ヶ月ぐらいかかりましたね。今流行りの USB 給電なので取り回しも良さそうです。Amazon で探した限りでは一番安くてサイズが小さかったのでこれに決めました。サイズ的には JEX のピコロカのモーターを一回り大きくしたくらいのサイズ感です。水の勢いはこんな感じ。小型水槽に使うにはだいぶ強そうですね。水流の対策については後ほど解説していきます。前面についているネジを4つ外すことでインペラー部分のメンテナンスができます。中にはこのような4枚羽のインペラーが入ってました。それともう一つ Amazon で購入したものがこちら。こちらはスピードコントローラーです。価格は2つで880円でした。このスピードコントローラーは USB 給電機器の出力を変えることができるものです。これを使うとモーターの回転数や LED 照明の明るさを変更したりもできます。さっき見てもらったようにそのままでは水の勢いが強すぎるので水流調節のために購入しました。その他フィルターの本体となる部分やその他のパーツは現場の味方モノタロウで購入しました。一つずつ見ていきましょう。まずはフィルター本体となる小型密閉容器。加工が容易なプラスチック製で光を通さない素材を選びました。光を通さない材質を選んだ理由は、ろ過層に吸い込まれた藻類が光合成できずにそのままろ過層で枯れてくれればいいなと思い、これを選びました。ろ過層容量は 300ml と少ないですが、エーハイム2213がろ過層容量3リットルで45センチから70センチ水槽まで対応していて、45センチ規格水槽の水量は約30リットルです。今回使う容器のろ過層容量は300mlなので、
エーハイム2213の10分の1。ということは、300ml の適合水量は45センチ規格水槽の30リットルの10分の1で3リットルになります。今回フィルターをセットする水槽が 20×10×10 センチ水槽で、こちらの水量が 1.6 リットル。流量によっても変わってきますが、今回セットする水槽には十分なろ過槽容量ということですね。サイズは直径 38mm、高さ 90mm で、自作の小型水槽台に入るサイズにしました。液体用とは特に書かれていませんでしたが、とりあえず入れてみないことにはわからないので、これにしました。続いて、給排水ホースをつなぐエルボ。そんなに水圧がかかるものでもないので、ワンタッチ継ぎ手タイプのものを選びました。適合チューブ外径は 10mm です。ちなみに、今回接着剤やコーキング剤は使わない方向で計画したので、それに沿った部品選びをしていきます。続いてハンドバルブ。これはスピードコントローラーがうまく使えなかった時のことを考えて、もう一つの流量調整手段として購入しました。続いて外径 7mm、内径 5mm のシリコンチューブ。今回の動画は本体作成編と小型リリーパイプ作成編の2本に分けようと思っていて、こちらのシリコンチューブは次回動画にする予定のめっちゃ小さいリリーパイプ用のホースに使います。1メートルを2つ購入しましたが、今回は1つで足りました。続いて外径 10mm、内径 6mm のビニールチューブ。こちらはエルボのワンタッチ継ぎ手に接続する部分の配管に使います。続いてオーリング。これは継ぎ手と容器の接続部から水漏れしないようにパッキンとして使おうと思います。一応2種類の大きさのものを2つずつ購入しました。それと最後に外径 6mm のアクリルパイプ。こちらは給排水部分の小さいリリーパイプを作るのに使います。ということで材料費は合計4873円でした。やっぱり自作は部品を1個単位とかで買う分高くついちゃいますね。でもこうやってないものを一から作るのはやっぱり楽しいし、何よりできたものに愛着が湧くので自分はそこに価値を感じます。まあ誰かに自作をおすすめするかといったら多分しないと思います。続いて自作の水槽台にろ過フィルターを収納できるようにしていきます。この水槽台を作った時はろ過フィルターを入れることは考えていなかったので、この真ん中の柱が邪魔で容器を入れることができません。なので、まずはこの柱を取っ払って、ろ過フィルターを入れられるようにしました。扉のマグネット部分は上に移動し、以前と変わらずマグネットでカチッと閉まるようになっています。では、フィルター本体を作っていきます。ADA や エーハイムのフィルターと同じように、下から水が入って、上から出ていく流れで作っていきます。まずは蓋部分に穴を開けます。穴を開けたいところに細いビットで穴を開け、このタケノコみたいなドリルで穴を 12mm まで広げます。穴のサイズはエルボのネジがギリギリ入る大きさで開けました。オーリングを入れ、穴にねじ込んでいきます。本当はこんな感じのやつでネジ山を切るといいのでしょうが、そんなものはないので、無理やりねじ込みました。このエルボは下までねじ込むことで、ネジ部分は動かなくなり、黒い樹脂部分を360度回転させられるので、ねじ込み後でも角度調整ができ、ホースの角度に融通が効きそうです。同じ要領で器の横にもエルボをねじ込みます。取り付けた状態はこんな感じです。続いてモーターを取り付けていきます。外径 10mm、内径 6mm のビニールホースでモーターポンプとエルボをつなぎます。予定ではポンプの給水パイプが根元まで継ぎ手に入り込めばいいなと思っていたのですが、ちょっと太くなりすぎてそこまでは入りませんでした。というか単純にビニールホースの厚みが間違っていました。ポンプのパイプ径が 8mm、ホースの厚みが 2mm なので、パイプにホースを入れた状態の直径は 12mm です。そりゃ 10mm の継ぎ手には入りませんよね。ポンプの塗水側には 10×6mm のビニールチューブとユニオンエルボパーツでつなぎ、10×6mm のビニールチューブに 7×5 のシリコンチューブを入れ込んでユニオンエルボにつなぎます。水槽台に入れてみます。コードと塗水側のチューブを後ろから出し、大体の長さで切りました。給水側も 10×6mm のビニールチューブに 7×5 のシリコンチューブを入れ込みます。
本当は異形チューブジョイント的なやつで繋いだ方がいいと思うのですが、作成費をケチりたかったのでこのようにしました。中蓋に穴を開けます。ちょうど中蓋があるおかげで露材を固定できそうです。という感じで大枠は出来上がりました。だいぶフィルターらしくなりましたね。試運転していきます。外部フィルターを使ったことがなく、呼び水の方法がわからなくて少し苦戦しました。フィルター内を水で満たしてモーターを稼働させてみましたが、モーターが空回りして全然水が出てくれません。テトラのバリュー X パワーフィルターに付属している呼び水ポンプのように、排水側から吸ってみたり、給水側からスポイトで水を送ってみたりしたのですが、うまくいきません。あと、ユニオンエルボ部分から水漏れしてきたので、これは撤去しました。後で確認したら、このユニオンエルボの適用流体は空気のみで水には対応していませんでした。途中失敗かと思いながらも、必死に水を送り続けたら、ようやく水が回り始めました。この時は本当に嬉しかったです。大したことはしていないのですが、作ったものがうまくいく時は本当に嬉しいです。これだから工作はやめられませんね。何回か呼び水をやって分かったことは、高低差を利用してサイフォンの原理で呼び水するのが一番楽に呼び水ができますね。外部ろ過を使っている人からすれば当たり前かもしれませんが、フィルターより高い位置に水槽を置いて、給水パイプは水槽にセットし、塗水パイプは水槽より低い位置にしたら、塗水側から吸い込むか給水パイプを水で満たすかすると、自然と水がろ過槽に降りてくるので、塗水側から空気が出なくなるまで待てば、呼び水が楽にできますね。フィルターのサイズにもよりますが、水槽下段に置いていて水位が低い場合はサイフォンの原理が働かないので、この方法は使えませんが、多くの場合はこの方法が一番楽なのかななんて思いました。ということでフィルターの本体部分が完成しました。給水パイプから水を吸い上げ、フィルターの下部からろ過槽へ入り、露材を通ってゴミをこし取った後、上から出ていき、ポンプを通って排水という感じになっています。流れ的には A ハイムや ADA と同じですね。必要ないですが、せっかく買ったハンドバルブもつないでみました。あと、Oリングが意味をなしていなそうだったので、シールテープに変更しました。ということで今回は、自作小型外部フィルター本体部分の動画でした。次回はこのフィルター用のめっちゃ小さいリリーパイプを作っていきます。ミニチュアで可愛らしいリリーパイプが完成したので、次の動画も見ていただけると嬉しいです。ということで以上になります。動画がいいと思ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。それでは。